まず想像してみてください。あなたは買い物の用事があるため移動中、ちょっとお腹が空いてきたので、手軽に食事をとりたいと思っていました。ちょうどファーストフードのお店を見つけたあなたは、ここでささっと済ませようと、速さ優先で入ります。ですが、あなたの注文したハンバーガーは、どうやら時間がかかるようです。こっちは急いでいるので、店を出ようとしたところに、店員さんはこう言いました。出来たてをご用意いたしますので、4分ほどお待ちいただけますでしょうか。店員さんの思いは、あなたに少し待ってほしいこと。同じ少し待ってほしいのであれば、単に4分ほどお待ちいただけますかということもできたはずです。あなたはどちらの言葉だったら少し待ってもいいかなと思いますか？また別の例です。あなたは仕事で部下にレポートの作成を依頼しました。レポート提出期限ギリギリのある日、部下があなたに相談しに来ました。レポートのクオリティを上げたいので、もう少し粘ることはできませんか？部下の思いは、レポート提出を延期してほしいということ。では、次のように相談されたらいかがでしょうか。レポートの提出、延期してもいいでしょうか。あなたは、どちらの言葉だったら、レポートの延期を認めますか？また、前者であれば、質にこだわる頑張り屋さんというポジティブな印象が、後者であれば、期限を守れないいい加減な人というネガティブな印象がついたりしませんか？改めて見ると驚きますが、思いは同じなのに、伝え方で結果がこうまで変わってしまうんです。ですが、あなたも僕もこうも思っています。伝え方でいろいろ変わるのは分かってる。でも、この例え話のようにうまい伝え方は会話の才能のある人だからできるんでしょと。でも、どうやら違うらしいのです。言葉を伝える方法にはとてもシンプルな技術がある。人が感動するような強い言葉は、ひらめきではなく作ることができるらしいんです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。皆さんは自分の言葉の伝わり方を考えたり気にしたりすることはありませんか？さっきの言葉うまく伝わらなかったな。もう少しいい言い方があったんじゃないかなと思うことがあるんじゃないでしょうか。そう思うこと僕はめちゃめちゃ多いです。今回はそんな悩みを解決してくれるかもしれない本、伝え方が9割をご紹介したいと思います。著者は大手広告代理店のコピーライターをされていた佐々木圭一さんです。彼は幼少の頃から転校が多く、その土地での話し方、遊び方に慣れることができず、いつも浮いた存在だったそうです。うまく伝えたいのに伝えられないというトラウマもあり、どうすれば自分の存在感を消すかということに集中していた時期もありました。そんな彼は大量入社の流れで、たまたまコピーライターに配属となってしまいます。自分でも配属がよく理解できず、軽いパニックにもなったそうです。そこからは悪夢のような日々の連続。苦手なものを毎日やり続けるというストレスで過食になり、1年で10キロも体重が増えてしまいます。人生間違えてしまったのではないか。小太りになった彼は、もがきながらも道を探し、心を打つ言葉、感動的な言葉に出会うたびにノートに書き写しました。来る日も来る日も読み続け、書き写していると気になることが出てきたそうです。あれ、この言葉とこの言葉似てるかも。単語が似ているんじゃなくて、言葉の構造が似てるな。もしかしたら法則があるのかな。例えばこのような言葉が彼の心を動かしました。考えるな、感じろ。死ぬことに意味を持つな、生きるんだ。ちっちゃな本がでっかいこと言うじゃないか。事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ。一見全く違いますし、単語は一つも同じではありませんが、どれも正反対の言葉を使っていて構造が似ていると感じました。考えると感じる。死ぬと生きる。ちっちゃなとでかい。会議室と現場。正反対の言葉を偶然ではなく、あえて使っているのではないか。考えるな、感じろは別に感じろだけでも意味は伝わるのに、なぜ正反対の考えるなとあえて言っているのか。たまたまだろうか。ここで彼は気づきます。いや、たまたまじゃない。正反対の言葉を効果的に使えば、心を動かす言葉になるんだ。これは応用が効きそうだ。心を動かす言葉には法則があるんだ、と。ここで法則に気づき、伝え方の技術を身につけたことで、彼は一気に身の回りが変わり、様々な広告賞を受賞することになります。言葉には法則があるのです。
料理本のレシピのようにその手順通りに作ることでプロに近い伝わる味を出せるということなのです。ここではノーをイエスに変えるお願い言葉の作り方をご紹介しましょう。本書によると人は1日に頼み事を平均22回しているそうです。朝ごはんはトーストにしてよ。午後のミーティング時間をずらせませんか？夜のうちにゴミをまとめておいてね。などなど、イエスをもらえる場合もあればノーになることもあります。さらに、人生での大切なポイントでもするのはやはりお願いです。結婚してください。入社させてください。契約してください。これらのお願いを多くの人は言葉を選ばずにストレートにそのまま伝え、成功と失敗をしていることになります。ですが、お願いの伝え方次第でイエスの確率を上げることができ、人生を一歩前に進めることができるそうなのです。まず、ノーをイエスに変える基本の考え方ですが、それは自分の頭の中をそのまま言葉にせず、相手の頭の中を想像し、相手の文脈でお願いを作るということです。例えばあなたがあなたに全く興味がない人をデートに誘いたいとしましょう。自分の頭の中をそのまま言葉にし、ストレートに思いを伝えることでうまくいくこともあります。ですが、その可能性を少しでも上げたいのなら、頭の中をそのまま言葉にすることはやめましょう。次に、相手の頭の中を想像します。例えば、気になる人は、初めてのものが好き、食べ物はイタリアンが好物だったとします。そうしたら、相手の文脈で言葉を作っていきます。相手が初めてのものが好き、イタリアンが好きであるなら、それを満たす、すっごく美味しいパスタの店があるんだけど、行ってみませんか？となります。相手のメリットである、新しいパスタの店に行くということと、自分の目的である、デートに行くということを一致させることができ、実現の可能性を上げることができるんです。さらに、この基本の考え方の中の、相手の頭の中を想像するには、いろいろな切り口があるんです。相手の好きなこと、メリット、嫌いなこと回避、選択の自由、承認欲求、あなた限定、チームワーク化、感謝。今回はこの中から相手の好きなこと、メリットと嫌いなこと回避をご紹介します。相手の好きなこと、メリットはノーをイエスに変える技術でも王道の作り方であなたの求めることをストレートに言うのではなく、相手の好きなことから作ることにより相手のメリットに変える方法です。例えば先ほどの全くあなたに興味がない人をデートに誘う時の言葉では、あなたのメリットでしかないデートをしてくださいという言葉を相手の好きなことをもとに、驚くほど美味しいパスタどうですかと相手のメリットに変えました。同じ内容のお願いですが、お願いする技術を身につけるだけで、もともとノーだったものをイエスに変える可能性がぐんと上がるのです。相手の好きなこと、メリットで言葉を作る方法は、お願いの技術の中でも一番初めに理解しておいていただきたい切り口とのことです。また、冒頭のファーストフードの例では、4分ほどお待ちいただけますかというお店都合のお願いが、出来たてをご用意いたしますので、4分ほどお待ちいただけますでしょうかという形で、出来たてが食べられるあなたのメリットに置き換わっています。4分待つことも、出されるハンバーガーも全く一緒ですが、ストレートにお願いするのではなく、相手のメリットにより、待ってもらえる確率を上げているのです。それ以外にも、この方法で煩わしさを逆転、サービスに変えた言葉があります。著者が出張に行った時のこと、満席の飛行機が空港に到着し、機内は慌ただしい雰囲気。そこでアナウンスがかかりました。後方のお客様、お時間がかかってしまうので、ごゆっくりお支度ください。飛行機から降りるのは結構煩わしいですよね。前の人が荷物を下ろすのをいちいち待たないといけないし、狭い通路を進んでは止まり、進んでは止まりで、決して快適なものではありません。そんな中、このようなアナウンスは気を使ってサービスを受けたような感じがします。これまでのアナウンスはこのようなものだったそうです。後方のお客様、前のお客様が出られるまでお席でお待ちください。つまり、ストレートなお願いだったのです。飛行機が着いたら一刻も早く降りたいものですが、それをお待ちくださいと言われると、どうしようもないとはいえ、なんだかサービスが悪い印象を受けてしまいます。次に、嫌いなこと回避です。これは先ほどとは逆で、相手の嫌いなことから作る方法で、これは嫌いでしょ？だからやらないようにしてね、という切り口になります。例えば、
あなたの庭の芝生が踏まれていて困っているとします。注意書きの看板を立てるとき、どう書いたら人は芝生に入らなくなるでしょうか。芝生に入らないでください。これはあなたのメリットでしかありません。相手の嫌いなことから作ると、例えばこのような言葉になります。芝生に入ると農薬の匂いがつきます。また、痴漢が発生していたある地域で、今までの痴漢に注意というポスターから言葉をあるものに変えたら痴漢がピタリとなくなったということがありました。どんな言葉だと思いますか？それはこちら。住民の皆様のご協力で痴漢を逮捕できました。ありがとうございます。なぜ効果があったのでしょう。それは相手の嫌いなこと回避から言葉を作ったからです。痴漢にとってみれば逮捕はされたくない。住民が協力体制を敷いているとなり、この場所では痴漢をするのをやめようとなったのではないでしょうか。言葉を変えるだけで効果が変わってしまうのです。本書にはさらに細かく深い様々な伝え方のレシピが紹介されており、確かにこういう風に伝えられたら嫌な気をさせないよな、などと思う方法がたくさんありましたし、自分の感動をきちんと人に伝えるための強い言葉を作る方法というのもとても面白く勉強になりました。一度読むだけできっと伝える意識が変わると思いますよ。生活をする上で言葉は切っても切り離せないもの。ぜひこの本で伝え方を学んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。